世界など滅べばよいのです。どうもネガティブマンです。ということでね、一応そうですね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と世界の破滅を祈ってゆく、推進してゆく、そんな寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね、ということなんですけれどもね、今日はまたね、引き続き花粉症がひどくてね、この間の動画もひどかったですね。花粉症真っ只中の中ね、どういう動画が撮れるんだろう、頭が働くのだろうかという実験的なね、極めて実験的な動画でしたけれどもね、もうね、本当にひどいもんでしたね。ということでね、今日もまた目がかゆい、鼻もぐゆぐゆするというね、中で、そう、ものすごくね、頭が働かずにね、いろいろありますけれどもね、そう、弱弾の裁縫第2弾ということでね、そう、第1弾でしっかりと直したところはちゃんとなったんですけど、またこの取っ手がですね、また違うところの取っ手がこうね、取れかかっているんですね。これを直していこうというね、第1弾と同じバッグですけれどもね、というめんどくさいね、個人的な労働もうね、やりたくないんですけれども、やっていこうと思います。そう、またやりながらね、この世界の不満だったり、滅べというようなね、呪いだったりをね、配信していければいいんじゃないのかな、そう思います。ひどい顔ということでね、始めていこうと思いますけれどもね、まずはね、切れかかっているのを本当に切っちゃいましょうね。前にやった糸をね、切っちゃいましょう。皆さん、そう、無言になる時間が多いと思いますがね、許していただいて。そう、はい、切っちゃいましたね。そもそもね、ねじれていたんですね。ねじれたまま、かなり大昔にやったもんですからね。ねじれをようやく何年かぶりに解消して、そう、
皆さん取っ手をつけるとき気をつけてくださいね。ねじれたまま取り付けてしまうことがね往々にしてありますからね。そう、これが正解のねじれを直して所定の位置に、これでいいんだよね。長年ねじれていたんでね、とんでもなくねじれてます。そう思うんですけど、あれですよね、昨今偽物の貧困チャンネルがすごいいっぱい YouTube 上にありますよね。それについての文句を言いたいんですけれどもね、あんなに綺麗に小ざっぱりとした部屋なわけがないんですよね。貧困者、弱者男性ね、氷河期、まあ言い方はいろいろありますけれどもね。そう、女性とかでもあるじゃないですか。女性の底辺チャンネルみたいなのもあってね、全部嘘つきなんですよね。なんであんな分かりやすい嘘をつくのかがわからないですけど、大体小ざっぱりとしすぎなんですよね。おじさんだろうと若い女の子だろうとおばさんだろうとね、いっぱい貧困嘘つき貧困チャンネルがあって、であいつら何かっちゃあれじゃないですか、あれですよね、部屋の紹介をした後料理をするじゃないですか。あれ意味不明ですよね。どいつもこいつも初めから料理をし始めたりとかね。貧困者は料理なんてしませんよ。そんな時間的余裕がないですからね。あれが大嘘ですよね。だいたい朝起きてちゃんと料理して労働に向かうっていう、それがそもそも嘘ですよね。そんな余裕のそんな余裕があるようなやつが貧困なわけがないじゃないですか。めちゃめちゃしっかりした人にしか見えませんけどね、僕にはね。嘘だらけですよね。ああいうチャンネルを裏で絵描いてるやつらがいるんですよね、きっとね。こうすれば再生数が上がって人数が増えるよみたいなね、やつがいるんでしょうけれど、ちょっとまだね、今取っ手のねじれがこれで正解なのかどうなのかっていうのが不安になってね、試しておりますけどね。そう、大体ね、部屋に物が少なすぎですよね、あいつらね。おかしいですよ。僕昔貧困仲間とスカイプとかでね、遠隔にいるやつと話とかしてて、あれですよね、底辺の部屋ってごちゃごちゃしてますからね、こう余計なものがあったり雑然としてますから、引っ越しても雑然としてましたよね、私の知り合いなどはね。それが正解なんですよね。そんなもんですよ。ほんとこれでいいの？じゃ違う。そう。こうなる。ちょっと取っ手の正解がわからなくなってね、ご迷惑をおかけしてますけどね。取っ手の正解どうなればいいの？こうつけた時にこうなればいいの？なるほどね。
ああ、なるほど。こうだ。いや違う。こう。なんかイライラしてきましたね。大人のふりして諦めちゃ奇跡の謎解けないよ。これでいいのか。そうだな。もっとワイルドにもっとたくましく生きてごらん。よし、わかった。これでいいんだ。ロマンティックあげるよ。ロマンティックあげるよ。本当の勇気見せてくれたらロマンティックあげるよ。ロマンティックあげるよ。キラキラ光った夢をあげるわということでね。寂しいのでね。暗くて、誰もよし。みんなうずうずして奇跡の諦めちゃう。よし。ロマンティックではね、このカバンの中に何が入っているかご紹介しましょうね。まずはこのね、アネトンアルメディビエン、これが何でしたっけ、花粉によく効く。そしてこれがあれですね、2種類のハゲ薬ですね。そしてね、20年以上使ってる財布ね。この間紹介したあれですね、スイス軍のネックウォーマー的なものですね。いろいろ出てきます。あとはタオル的なね。よいしょ。あとは何かあった時のね、これゴミ袋、ティッシュ、これもティッシュ、あとは
意味不明な人からもらったビタミン剤、ね、ドラッグではありませんよ。いや取ってね、これを忘れずにまずさあようやく本番のね本番に入っていきましょう。針と糸を用意してですね、いつも糸が足りなくない。ちゃんとね糸、いやーね、これ見えますかね、糸ね。そう、糸を長めに用意しましょうね。パチンと切って、糸に針に糸を通す方法ってね、ネットでめっちゃ調べたんですけどね、結局ないですね結局ないですね。いろいろ調べましたけど、おお一発で、そうみんな結局は面倒くさいものだったりとかね、あと手のひらに乗せてコロコロすればいいみたいな、いくらやってもね、できませんでしたよ、ね、嘘ばっかりですね。第一弾でも言いましたけど、これできる、なんか自信がなくなってきましたね。一針目が全くうまくいかないのを見て、僕はこれうまくいくんだろうかという今不安に駆られましたね。ちょっと待って、これ本当にああそっか、何かで止めた方がいいのかなこれ。でも裁縫というのは大胆にいくしかないですね。糸がから
ああ、そういう嘘つき YouTuber の話もね、貧困ビジネス嘘つき YouTuber の話も今しましたけれど、あとちょっと待ってくださいね。いや、ね、なんか集中してたら熱くなりましたね。ちょっと暖房を切ってみました。もう疲れてるんですけれどもね。そうね、そういう嘘つき貧困 YouTuber の話もしましたけれどもね、あれですよね、オカルトもそうですよね。オカルトに限らず、なんていうんだろう、家庭内の胸くそ悪い話だったり、ママ友の話だったり、嫁姑の話、家庭系のね、家のね、家庭系の話とか、なんか、そう、嘘松なね、めちゃめちゃ嘘の話が多いじゃないですか。あれがね、腹が立ちますよね。嘘ばっかりなんですもん。そう思いませんか、皆さん。ね、嘘松な話。オカルトでもそうじゃないですか。住職に相談してお祓いしてもらったら住職が死んでしまったとかね、首を切り落とされたとかね、もう大事件じゃないですかね。それ全国ニュースになるレベルですよね。そういう話ばっかりじゃないですか。オカルト系は嘘ばっかりだし、そういう嫁姑系も嘘ばっかり。ああいうのね、なんで、しかもですよ、地獄なのが、そういうショートであれ、長い尺の動画であれ、コメント欄のやつらが、それを本気で信じて、ああした方がいいとか、こうした方がいいとかね、本気で信じてるのが、本当にびっくりしちゃいますよね。本当に、なんていうのかな、騙されやすい人っていうのは、っていうか、嘘を見抜けない人が世の中にたくさんいるんだ。ね、そんなことを思ってね、絶望したりしますけれどもね、とにかく、それはまあ良しとして、ね、そう、いやその私の裁縫、ね、完成するんでしょうか。極めて怪しいですけれども、うん
そうね。ね、無言でやってますけれども、今私の感想としては大失敗しそうだなと戦々恐々としておりますよね。まああれですよね。底辺 YouTuber、嘘つき YouTuber とかそういうね、オカルトだったりね、大体ママ友とか嫁姑問題の話とかあれじゃないですかね。なんでそういうのにムカつくのかっていうと、本当なのかなってこう調子に乗ってね見ていくと、嘘だなって分かった時点でイライラしてくるんですよね。こっちとしては本当の話なのかなって思って期待してね読んでいくと、嘘っていうことですから、腹が立ちますね。それは良くないんじゃないのか。っていうだけなんですけどね。エンタメとしてね、まだ100歩譲ってオカルトとかはね、エンタメとしてまあまあ多少ねあれじゃないですか、許されるかなと思いますけど、なんか感動の奇跡の話みたいなのが嘘だとムカつくじゃないですか。って感じ。
大失敗したかなと思いましたが、なんとか形になってきましたよ。朗報ですね。やっぱりあれですね。ちょっと上手くなってきましたね。1回目第1弾からそんなに日が経ってないのでね。この辺で一旦やめときますかね。今回は強度を増すために2回目3回目と縫っていきたいな、そう思います。まず第1回目終了。本当の勇気見せてくれたらロマンティックあげるよね、こうやって。おお、いい感じですね。ただこれだけでは強度が怪しい。怪しいです。ちょっと待ってください。バッテリーが怪しいのでつなげましょうね。よいしょ。バッテリーをね、パソコンにつなげましょうね。よいしょ。よし。
ね。2回目3回目行く前にこっち側のね、なんかこう糸がね怪しくなっているところを直していきましょうね。これもまた根気がいりそうな。いやー、しかし本当にここ2、3日の花粉はやばいですよ。花粉症の人いないんですかね。糸が通らない。糸が通りません。もう老眼ですからね。老眼。エンゼルスの捕手はローガン・オホッピーって言うんですけど、すごい名前ですよね。ローガン・オホッピーですよ。ローガン・オッパッピーみたいなね、すごい名前です。いやもう針の穴すら見えなくなってきた。ダメだな。皆さん人生つらいですね。針の穴に通らなくて、通った。通りましたよ。通りましたよ。やったやった。いやみんなうずうずしてる。
日本人というのは本当に労働に毒されたろくでもない民族ですね。ブラック企業を広めない唯一の方法はブラック企業を速攻でやめることに尽きると思うんですけれどもね。しかし、ね、そうも言ってられないっていうのがね、お金がないですから。そしてね、なんていうのかな、そもそもですよ、なんていうのかな、ブラックだらけだっていうことですよね。ブラックだらけなんだから、ブラックをやめてもまたブラックだっていうね、恐ろしい現実があるわけですよね。ブラックをやめたところでブラックだ、またブラックだ、ね、ブラック&ブラックってことですよね。そう。当然ブラックなんだから、ろくに社会保険料とかね、いろんなものを納めてないんだからね、来てくれる人に還元すればいいのに、それもしないというね。なんでしょうね。ブラックなところはとことんブラックなんだってことですよね。やっぱりベーシックインカムが一番現実的なんですかね。ブラックを潰すにはね。ただそれもね、一桁台のお金をもらってもしょうがないんでね。最低10万円はもらわないとね、ベーシックインカムで。まともな大人が生きていくに、やっぱり最低限月10万円は諸費用でかかっちゃうでしょ。そう。過労死なんてね、過労死なんてもう戦場じゃないんだから、なんでそこまで働くんだっていうね。飛んでいいんですよ。そうね。人生そのものから飛んでもいいですしね。なんだろうな。まあ日本だけの問題じゃないでしょうけどね。どこまで行ってもこの世界は地獄であるというこの根本的な恐ろしさから逃げることはできない。それが問題であるってことですね。
あとやっぱりなんて言うんでしょうね。この裁縫をしてる時にこの糸が抜けてしまう現象に名前を付けたいですよね。なんだろうな。いや糸外し妖怪がいるんですよね。多分ね、水木しげる先生がご存命ならそういうはず。ああ、そうだ。おお、通った。さっきロマンティックあげるよ歌ってましたけど、そうだ。鳥山明大先生が死亡なされましたね。多分大豪邸だから階段から落ちたんじゃないですかね。硬膜下血腫で頭を打って大丈夫とかね、めんどくさがり屋だからちょっと横になってたんじゃないですか。それが良くない。皆さんドラゴンボールばっかりね、追悼の人たち言ってますけど、違うだろ、あられちゃんじゃないですかね。僕らの世代はね。そう、ニコちゃん大魔王とかの下品さ、ね、その時代の風俗を捉えたね、こうろくでもない世相を切るギャグの数々に大いに共感を覚えてね。そうですね。悲しいかって言ったら、まあでもあれですよね。人はいずれ死ぬんですから、68ならそんなにね、わけが分からずに行ったっていうわけでもないでしょうし、硬膜下血腫なら意外とぽっくり系なんでね、いい死に方なんじゃないですか。来たぞ、あられちゃん。キン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 、テケテケテテンテン。プピプピプペポガッチャンも。夢のなんとか打ち上げる。お日様ピカピカ。ブラさんほほけきょう。ちゃ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 、みんな集まれペンギン村に。どんなことが起こるかな。それゆけしししお楽しみ。ちゃかちゃんっていうね。ハッピーな、なんてハッピーな曲なんでしょう。そうね。やっぱりあれはね、ネガティブ版的解釈によればやっぱりね、
世の中はあれぐらいいい加減な世界なんだからね、シリアスにならずにね、あっさり地球がパカッと割れたりとかしてね、そう全然ね、生きる価値のないふざけた世界なんだよっていう、そういうメッセージがあったんじゃないですかね。素晴らしい作品ですね。だって山明大先生はああいうギャグ漫画路線が大好きで、ドラゴンボールはあんまり好きじゃなかったって噂ですよね。ドラゴンボールもね、初期は面白かったんですけどね、だんだん再現のないバトルシーンばっかりになってね、あんまり覚えてないですね。セル編とかブー編とか全く見てないというか、知らないというか、なんとなくというかね。まあ私事情があって昨今のジャンプ漫画、ジャンプをね、鬼滅とか知りませんけど、ここ1年じゃないかな、ここ半年ぐらいは毎週欠かさず見てるんですけど、あれですよね、まあ見るべき漫画があまりにも少なすぎてね、あれですけど、そう、まあ正直ね、呪術廻戦が何故あんなに人気なのかが全くわからないですね。やっぱりいい漫画って途中から見てもいい漫画ですけどね、途中から見たら何が何だかわからない漫画は良くないと思いますね。皆さん方法劇をなんだろう、でもジャンプを見始めて思ったのは、なんかこう、なんか昔に比べて胸クソ展開が当たり前みたいな、なんかそういう嫌な風潮があるなと思いましたね。なんか胸クソ展開を書いとけば芸術になるんだろうみたいなね。そのくせその絵柄はなんて言うんだろうな、少女漫画チックと申しましょうかね。なぜかここでジャンプ批判をするわけではないですけれどもね、なんかね、しばらく見てなかったらそんな感じになってましたよ。皆さんどうですか？ワンピースとかってあれですね、途中から見ても読ませるものがありますね。そう、あれすごいですよね。途中から見てもなんとなくわかるっていうかね。展開が遅すぎるからかなって。まあそう。鳥山明先生はね、どうなんでしょうね。漫画で一発当ててやろうみたいな地位牛たちにとってはもうね、神様みたいな人なんでしょうけどね。23歳から漫画を描いて、なんとか飯の種にならないかという不純な動機からね、ですからですよね。なんか
単なる漫画家を絵師とか言ってね、なんかもてはやしてる気持ち悪い地域たちとは全く別ベクトルな人なんでね。そう、漫画が好きでたまらないみたいな純粋培養な人たちとも違うし、ね、そしてそういう人が革命的なことをすると、ね、時代の面白いところですよね。ああ、よし、このね、どんなことが起こるかな、それゆきしししお楽しみ。ああ、みちゃー、ああ、逆にここが開いちゃったか。強化部分を縫い終えましたね。それで強化されたと思います。と思ったらその隣がこうガバガバになってね、ここも修理しましょうね。どんどん修理箇所が増えていくという悪循環に陥っておりますけれどもね。このシリーズを完結させたいのでやりましょうね。いや、疲れましたね。でもね、別に物を大切にっていうそんな感じでもないんですよ。別に気に入ってるわけでもないんですね。ただ使い勝手がいいという一点ですね。使い勝手が良い。どうしてもこう化学繊維だったり布の袋ってバッグってね、なんかこう水に濡れちゃったりとかねするとあんまり美味しくないじゃないですか。めんどくさかったりね。この材質はこのなんていうんですかね、このMA1 みたいな材質なんでね、すぐ乾きますし、何より軽いんですね。軽量であるという魅力が一番じゃないですかね。じゃあちょっとガバガバになりつつあるところを補強しようと。そうですね。なんか思えば成田悠介さんがなんかじじいたちを集団自決してくれねえかなってつぶやいただけで炎上してね、
キリンの CM を降ろされたみたいな話を耳にしましたけれどね。だから集団自決とか言っちゃうからね、あれなんですよ。安楽死って言えばいいんです。安楽死の選択議論も必要なんじゃないかなと思いますけれどねって言えばいいんですよ、ね、そんな可愛げのないこと言うからね。そうまたそれを山本太郎がなんか国会でね追及したりとかして、もっと他に追及することあるでしょ。裏金問題とかね、世襲のボンボンには、相続税 100% にするべきだとかね。私が思うに、なんだろうな、ディープステートがとかね、いう人たち、人口削減をとか言って、ね、何度も安楽死問題を私語っておりますけれどもね、そもそも80億を超えて80何億になっている時点でね、安楽死を推し進めれば簡単に解決する問題なんですから、ね、そんな陰謀なんて必要ないんですよね。はっきり申し上げて、それだけ人間の命が軽くなっている時代ですよね。でさあね、ザコシ風に言うとね、でさあね、その時代だからしょうがないような気がしますけど。そう、それで思い出しましたよ。なんでしょうね、日本政府はなんで食料自給率が低いのに米農家をいじめたり畜産農家をいじめたりとかしてるんでしょうね。そうなんかそう私ね、天才ネット軍師ですから、はっきり申し上げて日本政府は間違っていると申し上げざるを得ませんね。私を政治顧問にすればいいんですけれどもね、天才ネット軍師ですから。そもそも台湾有事とかアメリカの代わりに日本が最前線に立たされるみたいなね、それを考えれば考えるほどあれじゃないですか、食料自給率をめちゃめちゃ上げて小米だろうとここ米だろうとね、鬼のようにお米だったりとかね、保存の効く畜産畜農で得られる何かもうね、肉でもチーズでもいいですけど、鬼のように蓄えないといけない、ね、まさに現在今その必要に迫られているにもかかわらずね、それをやらないっていうね、むしろ逆行してね、外国産の何か、米はあれでしょうけどね、外国産のお肉だったりチーズだったり的なものをね保護するという全くね逆行してますね。そう、肥料だったり飼料、つまり餌ですね。これもまた外国に頼って、日本は何一つ自給されてない。こんな国が戦争できるわけがないじゃないですか。
で左翼の人たち、僕は左翼も右翼も死ねと思ってますけど、左翼の人たちも右翼の人たちもなんか言ってることがね、天才ネット軍師からすると肩腹痛いぐらい笑ってしまいますけれどもね。ミサイル開発をするとか、軍事増強をするな、いや必要だとかね。いや、そういう問題よりもまずけしかけられた時だったり、大災害だったりとか、ね、いろんな場面においてですよ、食料を自分たちで賄えると、そこが一番大切じゃないですか。ね、食ってさえいればね、そうなんとかなるんですから、そこを外国に売り渡してみたり、水の問題もそうですけどね、外国に売り渡してみたりしても、なんだろうな、右翼も左翼も売国であるというのが日本の不幸と言いましょうかね。まるで問題の本質を理解していない、ね、国が一番保護するべきは農業と畜産ですからね。その他もろもろの農家ですよね。あいつら本当に頭が悪いな。でそこをしっかりと非難していない右翼もおかしいし、左翼もおかしいわけですよね。鬼のように追求しないといけないのはそこでしょ。お前ら災害とか有事の際にこんなことで日本が戦えるわけがないだろう、頭湧いてんのかって言わないといけないのに、右翼も左翼もなんか原発をなくせとか必要だとかね、先制攻撃ができるように、いやそれには反対だとかね、死を抹殺のどうでもいいことばっかりね。いやそれはそれとして、まずそういう一大臣になった時にね、ちゃんと兵隊ね、まずは食うことだったり、またそれを運ぶことだったり、ね、それがちゃんとできている体制なのか、ね、全然できてないわけですね。それを言わないっていうね。右翼も左翼もダメだな。そしてこんな世界はね、やっぱり茶番だなって思うわけですよ。茶番なんですよね。子供の時から思ってますけど、なんかこうわざとかって思うぐらいに、ね、頭の悪いことばっかりやってる政府たち、ね、まあでもそれが人間なのかな。有事の際とか大災害とかっていうことをなんかこう本気で考えたら、まずそういう食料と燃料っていうことの確保ね、
そこから逆算して、じゃあ原発はどの程度必要なのか、いやね、それを守るべき防衛とは何なのかとかね、日本にある資源はどのぐらいあるのかね、なんとかこうね、石油を猛烈に備蓄できないものかとかね、なんて言うんでしょうね、技術立国として石炭から石油を作るみたいなね、日本にもシェールガスとかねえのとかね、なんかそういう、そこに本気になるべきであって、どうでもいいことばっかりなんですよ、さあ補強ポイントがね、ちゃんと補強と思ったんですけどね、ここもまたガバガバなんでね、ここも直していける。いやーもう疲れてきた。いやーもうこれでもね、頑張りましょうね。こういうのをちゃんと直さないから、後々またガバガバになっていくわけですから、いけませんね。いやでもその前にこのね、一番初めのこの今日直すポイントを直していきましょう。もう一回、もう一回り強化してね、塗っていきましょうね。なんだこれ。あれ、糸が切れちゃいましたよ。どういうことですか。とんでもないことになったぞ。頭にさあ、いやもう疲れてきた。というね、そう防衛の話をね、できた。さすがに疲れる。よし。皆さん、いやー疲れましたね。いやちょっと休憩しますね。そう、この段階で1時間16分ぐらいかかった。時が経っていますからね。精神と時の部屋ということでね。
いやー、疲れた。ね。いやー、疲れましたね。どうですか、もう花粉にやられてね、ひどい顔ですね。でも不思議ですね。なんかね、縫い物に集中してるとあんまり花粉の症状が和らぎますね。やっぱり交感神経と副交感神経っていうものに何かねあるんじゃないですか。今のところね、こうやってね、毛の糸の残骸をお見せします。どうしようかな、めんどくさいな。夢の爆弾打ち上げろ。もうピカピカ、すごいですよ。花粉がどのぐらい飛んだかわかるポールンロボの観測。でもあれですね、だいぶ収まってきましたね。しかし今日極めて多い1411個花粉が飛んだ。いや、ひどいですね。信じられませんね。みんな集まれ、ペンマラに。花粉症関東地方総合5ちゃんでも皆さん阿鼻共感のコメントが続いておりますね。そう、1時間じゃないよね、1日どのぐらい飛んだかっていう数値が現れてるんですけど、2日前が954ですけれども、今日は1000超えますね。ほんで過去最多、今日過去最多になるんじゃないですかね。史上最高。2013年もひどかったですけど、あの時3日間でそれぞれ3000、3000、3000ぐらいになりましたからね。死にますよ。去年、一昨年ね、軽くて、僕は花粉症を克服したんじゃないのかと密かに思ってましたけどね。全然でしたね。油断してましたね。
そう油断してました。ああそうそうそうですね。老後は引っ越した方がいいですね、関東よりもね。花粉の少ない北海道あたりにね。沖縄もないって言ってましたっけね。まあそれはそれなりにね、でっかい虫がいたり雪が降ったりね、ろくでもないでしょうけどもね。まあね、自民党は裏金と花粉症をどうにかしてほしいですね。ということで、よし。じゃあね、録画をしている、なんて言うんでしょう。あれが、そう、時間がね、もったいないのでね、早速、本来のダメな部分のね、そう、くるくるくる。ね、針ですよ、針。ピキン。こうして拡大すると、必殺仕事人を思い出しますね。っていうね。さあ、やりましょう。髪が邪魔ですね。そう、そもそも、そう、一番最初の話に戻りますけど、嘘くさい底辺チャンネルの連中はなんであんな、ね、そもそも、おじさんもおばさんもお姉さんもあんな小綺麗なね、小綺麗な髪型だったり清潔感があるんでしょうね。底辺はそんなね、清潔感があるわけがないじゃないですか、そもそもね。そうなんです。しかもなんかこう場面場面でめちゃめちゃちゃんとカメラの画角をしっかりとね、いい感じにやってね。そう、何度も申し上げますから、なんで
料理する必要があるんだっていうね。これは全くわからないですね。しかも料理がうまかったりするんだよね。なんでしょうね、あれね。本当の底辺はなんかこうね、適当な惣菜だったりね、弁当だったりね、そもそも忙しいですからね。底辺は貧乏暇なしなわけですから、全部が嘘くさいですね。ああいうのをね、信じちゃう人たちも大概ですけれどもね、どういう層が見てるのかさっぱりわからないですね。こうやってリアルなね、私のようなリアルなね、人生終わってるチャンネルね、そうね、これを見ているガチのね、底辺の人たちは、ああ、こいつ本当に底辺なんだなっていうのがね、その内容から分かっていただけると思いますけれどもまあね、分かるのもどうなんだっていう話ですけど、分かるのもまたね、分かっちゃうのも悲しい現実ですけれども、まあね、なんとかね、世界を滅ぼそうっていうね、ね、本当にこの歴史の中で起きたいろんな胸くそな事件だったり、戦争も病気もね、いろんなエピソードが世界中にいろいろあるんだなぁなんて思いますけれどね、人類の歴史を観望するにね、やっぱりもう滅びた方がいいですよ。悪いことは言わない。おじさん悪いことは言いませんよ。滅びた方がいい、ね、生まれ落ちて、まあ私もそうですけどね、そんなにいいこともなくですね、一体何のために生まれたのか分かんない人たち、ね、日本は豊かな国とか言いますけどね、そうでしょうか、果たして。怪しいですね。だってせいぜいね、幸せな家庭を持ったところでですよ、そう、幸せな家庭を持ってる知り合いを何人も知ってますけど、そうは言ったってあれですよ、私と変わらないような奴隷労働をね、朝も早から夜は遅くまでやってね、一体何が幸せなんでしょう。幸せとは何でしょうね。まあ大谷ぐらいまで行けばね、確かに幸せなんだろうなと思いますけどね。または働かなくていいね、自民党の世襲議員とか見てると幸せなんだろうなと思いますけどね。ああ、そうね、なんか際どい格好のお姉ちゃんたちを呼んでね、パーティーしてね、そう、権力も握ってね、そうやってることがお殿様ですよね。実際地元でもお殿様扱いなんでしょう。そう、世界を滅ぼすっていうことの一つの
大きな目的の理由というのもやっぱりああいう連中を生かしているっていうことがね、非常に人類において愚かだなという側面、愚かじゃないですかね。私がね、花粉症で苦しんでね、花粉症で苦しんで外にいろいろ、そう大体ね、こんな裁縫なんてしている場合じゃないんですよね。他にやらなきゃいけないことが多々ね、おじさんにはたくさんあってですね。でもそれをするには外に出ないといけない。しかし外に出るとこの花粉の爆撃を受けてしまうので、仕方なくね、おとなしくするしかないっていうね。しかし労働が待っているわけでね、どうしようもないですよね。労働以外引きこもるしかないっていうね、この悲しみ、話があっちこっちに飛びますけどね。そう、まあ要するに奴隷労働もバカバカしいけれどもね、格差社会においてね、なんか苦しむのってバカバカしくないですかね。ちっとも面白くないのに。しかもそれでね、同じ奴隷からバカにされたりとかするわけですよね。また奴隷たちも奴隷たちでこう対立させられて、どっちが上だとか下だとかね、そんなのあれじゃないですかね。上級国民から言わせれば目くそ鼻くそね、50歩100歩なんでね、本当はね、そう、やっぱ格差社会っていうのはやっぱり生きていてムカつきますよね。シンプルにね、やっぱり相続税は 100% にするべきですよ。なぜかそれを言うとね、なんか共産主義だとかね、そんな単純な話はしていないんですけどね。人民の暴動を防ぐ意味合いにおいても、ね、政府は早急にベーシックインカムの導入をね、相続税を 100% にしてベーシックインカムにして、だいぶ公平な世の中になりますよ。完璧は望めなくともね、格差は減りますよ。大体奴隷労働の何が一番いけないかってあれですよね。
そもそも夢だのなんだの目標だのなんだのがあったところでどうしようもないってことですよね。働きながら労働しながら勉強するなんてもうね、そんな夢のまた夢ですよ。超人のような、やる気、超人のようなやる気っていうか、なんて言えばいいのかな。そんなね、超人のような人ばっかりじゃないですからね。普通に考えて奴隷労働でいろいろとね疲れ切っているのに自分の好きなことなんかできるわけがないんですよ。冒頭文句を申し上げたように、ね、嘘つき貧困 YouTuber たちにも言えることですけど、あんなね画角をしっかりとして小ざっぱりとした動画を編集している暇なんてね、労働者にあるわけがないでしょ。ね、料理までしてね、何なんですかね、あいつ。労働こそ諸悪の根源であるということにね、一日5時間週3日ぐらいでいいんじゃないですか、労働なんてね。それ以上は嫌だな。夏までペンギンのにね、皆さんこのおぞましい世界の中でどう生きておられますかな。どうですか。この世界を滅ぼした方がいいと思いませんか。大昔に比べてというのはわずか100年ぐらい前に比べたってね、世界中どこ行っても治安が悪くなっちゃったんですから。SNS の発達で、本来ならつつましく生きているであろう羊飼いだったりね、なんかその地域でこうねつつましく暮らしている人たちが欲望を持ってしまって、そして
SNS で同時に己のやっていることをバカにされたりとか、愚かな労働であるみたいなことを言われてね、ますますこう欲望が刺激されてね、そうダークサイドに落ちてね、そうなんか私が小さい頃見た金高薫世界の旅とかね、いろんなヨーロッパでも南米でもね、東南アジアでも人の良さそうな人たちがたくさんね、のんきに暮らしてましたよ。今そんなことないでしょ。ヨーロッパもどこも東南アジアもなんかね、いろんな政変だったり、ね、ろくでもない文化の交流であったりとかで、ね、穏やかな人たちは死滅してるんじゃないですか。ね、日本もまたそうですよね。いや、実に嫌な世の中だな。そうね、なんか人間がこう、そう昨今の私のビデオでも申し述べている通り、なんか人間が劣化したような気がしてしょうがないんですけどね。人間が劣化したんじゃないかという疑いを拭いきれませんね。なんでしょうね。欲望が潜在化じゃなくて顕在化か。現れてきたから余計に薄汚人間が薄汚く見えるんですかね。そうあとやっぱり中盤で申し上げたように、やっぱり人類が増えすぎてこう人間の価値みたいなもの、命の軽さっていうものはもちろんですけど、なんか人間自体がね、なんか動物に近いそういうおぞましさ、そう本来ならば僕の大嫌いなね、宗教的な価値観だったり地域的な価値観だったりで封じられてきたそういうもの、そういうタガみたいなものが外れて非常に嫌な感じになってきてますよね。よしよし、できたぞ。第二補強工事が終了しましたね。こうやってなんかね、うだうだ裁縫してますけど、これあれですからね、僕痛いって言ってないだけで指に3回ぐらい針刺さってますからね。そうしかしそんなものをグッとこらえるのがね、昔ながらの日本男児なんじゃないのかっていうね。どうでしょう。ね、二重にね、分かりづらいですね。迷彩ですからね。しかしまあ、ね、第二良くなったんじゃないですかこれ。
れが解消されて、最初うだうだ言ってましたけど、ねじれが解消されて、取っ手が持ちやすくなりましたね。いい子ですね。ああ、いい感じ。そう、ここでも、いい感じですね。大補強工事をここまでやればね、いい加減。そしてあとはちょっとね、このね、なんで言うんでしょう、ここもちゃんとね、本来はピシッとなってるはずなんですけど、ガバガバにねほつれてるのでね、最後ここを仕上げて終了しようと思います。大変ですよ。いや、これほつれてんのか。ほつれてんのな。本当？ほつれてんだ、やっぱね。いや、辛い。辛い時は適当にね、休みましょう、皆さん。もうすぐ2時間ですよ。2時間。いやね、カフェオレで喉を潤しつつね。いや、不思議と集中してると花粉症が和らぎますね。しかし喉は相変わらずイガイガしています。いやね。いや、でも本当にね、
ああ、そうだ。うん。そう言われてみると、そう。今思い出しましたけど、男性のね、更年期で、男性にも更年期があるみたいなね。そう。そう。それを防ぐには筋トレがいいとかね。皆さんなんか、たくさんね、愚痴を言ってましたけど。そうね。ああいう人たちはね、それまで10代20代は不安を感じなかったのかっていう話ですよね。おかしな話ですよね。どんだけハッピーなんだっていうね、不思議ですね。私のようなおじさんになってね、ようやくなんかこう、なんか不安感が急に増してきたとかね、イライラすることが多いとかね、言い始めるわけですけど、冗談じゃないですよ。物心ついた時からね、まあ貧乏な家でしたから、常に明日ね、明日というものに対する不安、イライラ、日常生活においてね、ずっと変わりませんけどね、この数十年ね、ネガティブもね、世の中って意外と幸せな人が多いんだなってびっくりしますね。何なんでしょう。彼らはおじさんになるまで気がつかなかったんですね。いい人生ですね。いや今更更年期、それは更年期じゃなくて本当に人生の真実に気づいてきたから不安が増してるだけなんじゃないですかね。どうなんでしょう。極めて怪しいと思いますね。皆さんね、いや、ああ、そうだ、そうだ、そうだ。ね、じゃあ始めますかね。
れでね、このカバンの修理は最後にしたいですけれどもね。よいしょ。そう私そうね、思えば昨今のね、女性叩き、そうさっき男性のね更年期なんていう話がバカバカしいっていう話をしましたけれど、ね、女性叩きチャンネルみたいな、なんかね、世界の滅亡には、なんて言うんでしょう、世界の滅亡には、ね、糸が入りましたね。その世界の滅亡には、ね、そう女叩きで批判されているところのね、なんて言うんでしょう、そうフェミニストのねお姉様たちの力が必要ですから、私は女叩きはあんまりしませんよ。女叩きをしている地牛たちの気持ちはよくわかりますけれどもね、よくわかります。ただ本当にね、女性で嫌な思いをしてきたのか怪しいなーって思いますけどね。だいたい自分たち地牛もね、生まれてきたのはね、お母さんがね、お母さんが地牛的だったのかお父さんが地牛的だったのか分かりませんけれども、とにかくね地牛の遺伝子を受け継いで、しかも女性から生まれてるわけですから、なんだか本末転倒な気もしますね。私は本当に女性に嫌な思いをさせられたことがね、そうたくさんあるのでね、それだけで一つのチャンネルを作れますけれどね、そうね、世界の滅亡とね、世の中をめくって人類と神、この地球のとかね、そういうことで人類をめくっていくのが私の使命なのでね、あんまりまあね、いや気持ちはわかりますよ。気持ちはわかりますけれどね。ただやっぱり女性が選ぶ側なんだから、女性がね基本的に主導権を握っている以上ね、地牛がいくらちいち泣いたところでね、まあしょうがないのかなっていう気もします。そう僕なんか本当に女叩きしていいぐらいのね嫌な経験がたくさんありますから、地牛が喜んでちいち泣くようなねひどい話がいっぱいありますけれどね。だからちいち泣く不思議ですよね。なんだ牧陽子の問題あるじゃないですか。岩橋さんがね、お笑い芸人の岩橋さんがエアガンで撃たれて
そしてその弁明その弁明のね動画のモノマネをしたザコシでね、そのザコシがこう牧陽子のモノマネをしているティンコンカンコンのね元動画、あれ面白いじゃないですか。女性叩きをしている地牛たちはあれをこそ叩けばいいのにね、あんまり叩かないですよね。あれこそ女性の本質をよく表しているじゃないですか。発狂してね、韓国人もびっくりなぐらいにファビョってね醜態を晒してるじゃないですかね。そして被害者ムーブを仕掛けるわけですね。意識不明で入院してますとか嘘をつくわけですけど、地牛たちはあそこで叩かないでどこで叩くんだっていういい素材があるのにね、相変わらずツイッター上のフェミニストのねくだらないこう男叩きをカウンターで叩いているだけというね、情けない。牧陽子の件なんてね、ティンコンカンコンこそね必要に叩けば効果的なのにね、天才ネット軍師がついていればね、もっとね世の中の女性たちを怒らせることは可能なのに、全くね地牛たちも地牛たちなんですよね。そう、ああいうところでしっかりとね、そうあれが本質なんですから、ね、ファビオリ方も面白いし、ザコシがモノマネをするけれども、ザコシのモノマネより面白いんですから、すごいファビオリ方ですよね。ああいう女性のシーンを私何度も見てきましたけれど、ああいうのを叩かないんですよね。女性叩きのなんて言うんでしょう、地牛たちはね浅いなって思います。そうね。まあでもね、あらゆる動物は女性が主導権を握っているんですからね。そして女性から生まれてくるわけですからね。やっぱりちゃんと個人的なね、私のように個人的な恨みを募らせるというところからはね、あんまり拡大のしようがないんじゃないかなって思いますね。個人的な恨みつらみはだってねやられているわけですからね、私に復讐する権利があるわけですから、それは男だろうと女だろうとっていう話ですから、ね、しっかりとね償いをさせるべきだと思うんですけれど、全体的に女性を叩こうとするとね、あんまりね男性は不利だと思いますよ。女尊男卑の日本だって言いますけれどもね、そうなるからこそ女性の意見だったりなんだりを封じてきたみたいなところあるんじゃないですかね。知能だったり発明だったりは男性の方が得意なんでしょうし、実際ね獲物を狩るだとか
なんて言うんでしょうね、戦争においてはね、男性の役割だったんでしょうけれどね。まあ少子化の原因も、女性にありますよ。でも私は64で男も悪いわけでね、4ですからね、男も悪いですよ。そう、女性だけを叩いて済む問題じゃないんですよね。そこがね、どうなんだい地球たち、どうなんだい。それになんだろうな、地球たちも地球たちでね、そう女性を独り占めにしている、なんか女性の心を刺激するホストだったりね、チンピラみたいな連中だったりっていうやつらにね、またはこう女性を独占しているイケメンだったりみたいなね、陽キャたちだったり、そいつらに対するね、そいつらに対する攻撃は全然しないんですよね。フェミニストが中東の女性たちの人権を無視している、って言うんならね、お前たちもそういうチンピラだったりホストだったりイケメンだったりっていうものに対してね、攻撃していないのもそれはちょっとおかしいんじゃないの。フェミニストが中東の女性たちを無視しているように、お前たちもね、そういう男たちは許せないとはならないんですね。ならないね。地牛たちがね、モテる男たちを襲撃したっていう事件聞いたことないですね。そうね、この天才ネット軍師に任せていただければね、そこら辺をぐぐっとね、まあね、あとやっぱりなんて言うんでしょうね、ホストだろうとチンピラだろうとイケメンだろうと、そういうのが女性を何人も独占するのは許せないみたいな論調を作るためにね、やっぱりこう恋人時代から契約が必要なんじゃないのかみたいなところでね、男のフェミカみたいな活動をするやつも全然いないんですよね。みんななんかこう単純に童貞を自慢したりとかして、そういう問題じゃないでしょっていうね。江戸時代みたいにこう不義密通は死刑にするべきだとかね、そう女性叩きをしたいのならまず周りで美味しい思いをしている男たちを叩くみたいな、そういう発想もないんですよね。非常に問題というか、戦略が甘いですよね。ということは女を叩いている地位牛たちもいずれは自分
自分もモテる部類に入るんじゃないかという淡い期待があるんじゃないですかね。ね、全然手出ししませんもんね。そういうね、強者男性を攻撃しないってことはそういうことでしょ。なんかこうあれですね、ダブスタまではいかないけれど、なんかしっくりこないですね。私は人類を滅ぼすものとしてね、男性女性の対立は願ったり叶ったりですけれど、勝手にやってくれるんでね、それはいいなと思いますけどね。世の中っていうのはね、バカバカしいわけですから、いろんな苦しみ悲しみがありますけれどもね、バカバカしい、本当はバカバカしいんですよね。そう、バカバカしいんだけれども苦しい、それが悲しいってことですよね。いろんな問題がありすぎるからこそね、滅ぼすべきである、そう思います。世界を滅ぼそうなんて思ってる男がね、こういう何度もバッグの補修をして使おうと思ってるというね、バカバカしいですね。しょうがない、貧困なんですから、ね、そんな貧困で世界を滅ぼせるのかって言いますけど、まあでも思想、考え方、思想の力というのは大きいですから、やはり訴え続けていくというね、この地道なね、地道な活動が功を奏するんじゃないですかね、いずれね。登録者数、そう、登録者数ね。登録者数はだいたい2億人を予定しています。そう。2億人ぐらいになればね、かなり強力じゃないですか。一理あるなっていう人たちが増えてくるんじゃないですか。2億人を目指してるんですけれども、まだ100人にも満たないね、貧困弱者男性チャンネルね、史上最悪のチャンネルではありますけれども、なんとか2億人到達まで頑張れたらいいかな、そう思います。そうさあ皆さん、誰もお待ちかねではないでしょうけれども、ついにね、この
長いビデオにも終焉がね、終焉がいやいつになったらというかね、そう言われてみるとローマ教皇がね最近ウクライナに対してもう負けていいんじゃね、お前らが戦争を続けるから世界的に迷惑なんだわみたいなことをねゼレンスキーに苦言を呈してましたね。本当にヨーロッパというのはいまだになんかこう中世的ですよね。中世の時代を生きているというかね、カノッサの屈辱じゃあるまいし、なんかね首脳や一国の王様よりも権力を持ってるんですね。ムカつきますね。やっぱり宗教は滅ぼした方がいいですね。ウクライナの人たちも、よく分かったんじゃないですかね今回ね。そうね、強硬なんて言ってるけどろくでもねえなっていうのが分かったんじゃないですかね。いいですね。いいですね。さあ、ね、ガバガバなところもしっかりと全くどうした方がいいのかな。治りましたね。ということで、いやー、しっかりとね、思う存分今日はここを直すだけだったんですけれど、ね、いろいろ気になっちゃうということでね、こういういろんなところもね、いろんなガバガバなところもね直してみました。もうしばらく修正する必要がないんじゃないですかこれ。ということでね、いやちょっとねじんわり汗をかくようなね、いや終わりました。終わりましたよ、ようやくね。ではね、最後に一服して、そういや皆さん長い時間をお付き合いいただいてね、全く大した話もできませんでしたけれどもね、集中しないといけませんからね。でもよかった。外に出たくても出れないね、この時間をどうしようかなと思ってね、気になってた取れかかってた取っ手をね、カバンの取っ手をね修理してみました。そう
ね、登録者2億人を目指していますんでね、ぜひともね、登録してくださいとは言いませんけれどもね、たまに見てくださいね。あなたが人生に疲れた時にね、そう真実をこの薄汚い世界をしっかりとめくってね、本当のことを言っている底辺弱者男性がいることをね、ぜひとも思い出してね、鬱憤というかね、鬱憤じゃないですね、苦しみや悲しみに寄り添う男が、あなたと共にあなたに寄り添う男がいるということを思い出してね、見ていただければ幸いですね。そして登録者2億人を目指してね、2億人に達する頃、世界の半分は滅びてるんじゃないのかな。人類の意識がね、もう滅亡しかないんじゃないのかというね、良い目覚めに向かっていることをお祈りいたしましてね、終わろうと思いますけれども、結局何分でしょう、2時間半ぐらいですかね。今までで最長じゃないですかね。人生は長く苦しいだけですね。そうですね。人生は長く苦しいだけ。ね。これから世界はどうなるんでしょう。しかし安心してください。私もあなたもあと50年も100年も生きないでしょ。そうなんですよ。ね。悲しいですね。何のために生まれてきたんでしょう。早くあの世に行きたいなと思う反面ね、やっぱりこの世界にしっかりと復讐してね、強烈な痛撃を加えたいなというね、そういう最後の欲望に燃えています。そうなんだ。労働の最終日に唐突ですけれどもね、私最近あることを発見して、なぜ私は労働の最終日にイライラするんだろうと思いましたね。なんでだろう。昔からね、謎だったんですけど、労働がきついからだろうか。まあきついんですけれど、なんかそれだけでは解決不能なね、イライラがいつも最終日だけにね募ってきて、イライラしてたんですけれどもね、何をどう工夫してもイライラするんですね。最終日なんだから気楽にやればいいのになと思うんですけれどもね、イライラするんで、どうしたらいいだろうと思って、あれなんですよ。最終日だけイライラする、それを解消する方法はあれですね、もう初めから終わりまで、労働の最初から終わりまでね、イライラし続けることだな
というね結論に至りましてね。そうずっと怒っていようと思いましてね。そう普段はダラ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 ね、そう世の中を呪いながらね労働してるんですけれどもね、最初からねフルスロットルでフルスピードでね怒り続けようと思ってイライラしながら怒り続けてみたんですね。そうすること2週間2回ですね。労働最終日労働最終日がなぜイライラするんだろうと思って怒り続けるという新しい方法を発明しましてね、怒り続けてみたらなんとイライラしなくなったんですね。不思議ですけれどもね。怒り続けると、中盤から後半にかけて疲れてくるんですね。それでいやこれはいけないと思ってもっとイライラしようと思ってもっと怒り続けるんですけれどもね、やっぱりもう最後の方はヘロヘロになってね、もうイライラしなくなってるんですね。もうめんどくさくなったんでしょうね。そうこれが一番いいなとね。労働でイライラしない秘訣はむしろ逆にかぶせるようにして怒っていくことなんだなというね新たな真理に気づきましてね。そうですからここ2週間ぐらい労働最終日非常にね気分よくやれてます。そう最初から怒ればいいんですよね。アンガーコントロールっていうのは嘘ですよね。あれね怒らないようにすればするほどイライラしますからね。じゃあ逆に怒り続ければいいんですよ。そうするとね怒り続けるということが義務感となってイライラするということに理由づけるためにいろんなことにイライラするんだけれども、最終的にはヘロヘロ疲れてきてね、逆になんか爽やかな心境になってきますから、皆さんよかったらお試しください。ということでね、長々とお付き合いいただいて深く感謝いたしますね。今日にも明日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。